2年半後、ついに新村から出てきた幻冬。この監視ビデオはあなたのファンタジータワーの全ての理解を覆す。大惨事の背後にある真実も明らかになり始めている。の報告。当特集。このモニタリングから以下の情報が得られます。まず、このビデオはリアルタイムで撮影されます。つまり、グリッドの中の誰かが下の世界を監視できます。第2に、監視者は移送ウイルスの存在を知る。しかし、対応手段があるかどうかは不明。第3に、分離は特別な単位と考えられている。グリッド内の人間ではない。第4に、監視員は組織化される。報告書によると、彼らの船長はアントーリアです。ディス・ラロフィフス。グリッド上のプレイヤーの行動は明らかになった。地下世界の存在を知っている。以下は、バージョン 4.2 のシナリオを完全に分析するためにあなたを連れていく。映画を見たことがない方は、全作品をご覧ください。この監視画像の謎を解くために、まずアントリアが誰かを知る必要があります。偶然にも彼女の正体は分かっています。バージョン 4.0 での分析。ダークウェブを見つけました。そこにはアントリアがある。彼女は連合軍の対テロエリートだ。彼女がいればテロ組織はできません。でも今は消えています。最初はアンドレアは記憶喪失のノーラだと思った。ファイルの新しいバージョンではノラの歴史を見ることができる。なぜ地下のギャングの現場にいるのかわからない。ボクシングの試合で自分の名前を思い出した。それはノラです。それはハンマーだ。ノラはアントリアではない。アントーリアの名前が再び出てきます。彼女はのそうだ。連邦は底辺の存在だけでなくウイルスの存在も知られている。でも本当に可能なのか？本当に可能です。全ては疫病から始まります。バージョン 4.0 に入ったばかりです。設定が静かに変更された。アルゴリズムアークの研究者との対話で疫病には大変動の前に名前があったことが分かりました。時空異変災害という幻の塔の中で我々はさらにそれを理解した。この用語の意味、人類が時空を探検する過程で時空の大惨事を発見。そこで問題は、この災害はいつ発見されたのか。言能を利用して時空を探索する技術。ハイガード中黒エヴァンスのチームの意外な発見。原エネルギーが時空の安定性に影響することを発見。その後一連の実験が始まった。これが怪奇実験です。現在知られている3つの大規模な怪奇実験。最初の日付は不明。2度目の交代は大惨事をもたらした。3度目の交代はシャドウに阻止された。答えは明らかです。時空の大惨事の発見は最初の時空回帰であった。そして今回は外部からの主張が成功した。次の記事時空災害ファイルを見てみましょう。物理的手段では隔離できない。その後、世界的に時空災害を扱う。人間は止められない。2度目の回帰で解決することを期待してください。止めることはできない。人間はじっとしない。人類はどんな戦いをしたのか。人間の戦いを知りたい。最初に戻った時間を知る必要があります。私たちはちょうどそのような知識を知っている。水曜日のお姉さんヘラ。彼女の過去について、みんなも色々な脳を使っています。彼女は外の世界で大惨事を経験したと考えられている。意識はグリッド記憶喪失に潜んでいる。彼女はグリッドの世界を旅したと思います。この輪廻で前世の記憶が蘇る。そして、すべての推測の源は彼女の役割に由来します。PV はノーラが弟の火薬を止めた時に起こった。このシーンは彼女が最後に弾丸を撃った時を思い出させた。ノラの思い出。まず最初に見たのは原子炉の中心的な原点です。高速で動いている状態です。その後、様々な戦闘員が倒れそうになった。ノラのかつての戦友。DNA の画像が現れました。この写真は誰もが知らない。サリーが阻害された時、同様に出現した。倒れた隊員がねじれて立ち上がった。体が変わり始めています。原点が動くほど、チームの状態も悪くなる。やがて異邦人となった。ノラの思い出が続く。バッジが弾丸を止める名シーンもした。銃撃者については2つの過程がある。実験を妨害するための鬼。2つ目はチームメイトが阻害されることです。心が折れてノラを撃った。しかしそれはノラの記憶の原因ではない。その後大爆発が起こった。ノラだけが生き残った。その記憶を忘れてしまった。これが皆さんの推測を裏付けています。しかしそれを裏付ける証拠はない。ノラが現在のタイムラインにいたことを認めている。まずノラの正体。彼女の身元を証明できるのはずっと離れないバッジだ。紋章のロゴは連邦公文書館のロゴと同じです。2つの弾痕がある。最初の弾痕は回想シーンにあった。2つ目の弾痕は弟の火薬を救った時だった。スローランで弾丸がバッジに当たった瞬間をはっきりと見ることができる。
以前のバッジには弾痕があった。野良意識が潜るか輪廻するか。最初の弾痕を説明するのは難しい。バッジが通過しない限り。だから野良は今のタイムラインにいる方が的確です。彼女とは1回ので原点の実験に触れた。この実験では阻害が起こりました。メンバー全員が別人になった。アクションの最後に原点はオーロラ工業時と同じ爆発。その後アシャに移住した。偶然にも歯が地下ギャングのボスになるのを助けた。傭兵牙の称号を得た。そして彼女はオーロラ産業に迫害されている少女シーグと出会いました。彼女を弟子として受け入れる。その後自分の居場所を探すために水曜日に参加した。これは野良の経験です。彼女の経験を明らかにする。ノーラが記憶を失う前のタイムラインを逆にすることができます。アンコの両親は266年に迫害された。孤児となってノラと出会う。野良の記憶は西暦266年以前であった。原点実験は幻冬完成後。西暦265年。ノーラが関わった最後の作戦はこの区間内である。この時驚くべき真実が明らかになりました。エイリアンは数年前に現れました。ネット上では聞いたことがない。誰かが恋に大衆を欺いている。監視ビデオと組み合わせて答えが出てくる。連邦政府はみんなを騙した。彼らは阻害された人間の存在を隠した。これは映画では珍しくない。レジデントイービルの例。街全体が破壊されたとしても外でも事故があったと主張する。真実は誰もが知る資格があるわけではない。なぜ連邦は真実を知っているのか。それは禁止法案に依存する。これは徹底した詐欺だ。オーロラ産業に代表される伝統的な企業を欺くだけでなく言能を支持していたデル電子でさえ騙した。グアンデル中黒サークルの探索。地下1階には暗号ラボがあります。126を入力するとファイルが見つかります。言能禁止法の成立後すべての原子炉に監視プログラムが取り付けられている。しかし実験は失敗した。以前はオーロラ産業だけが新しい原エネルギー実験を許されないと思っていました。電子は実験可能である。しかしそうではありません。電子機器は押された盾です。努力するだけだと思わせる。言能実験資格を申請できます。しかし現実はシューデル電子の申請は失敗した。連邦政府は全ての企業の新しい原子力実験を拒否。ハイガードのみ連邦に属しているからです。グリッドの世界から言能支持派と反言派がいることを知っている。原子力実験に最も反対しているのは連邦政府です。ショックでしたか？でもノーラが関わった最後の作戦を考えると意外ではない。なぜなら数年前から連邦は時空の実験でエイリアンの存在を発見した。これにより連邦政府は危険性を認識した。しかし高度な技術は止められません。社会的パニックを引き起こす可能性もない。すべての原子炉を監視するために原子力禁止法が制定されました。電子を盾にしてその後ハイガードは阻害の真相を調査する。連邦政府は地下世界を完全に監視する。ウイルスの存在を発見。管制塔も発見された。この時点でドラマが壊れているように感じますか？グリッドの先住民はそこの世界を発見しました。今のグリッドは歴史上存在したアーシャですか？ノラとの作戦で我々はウイルスを根絶しました。外の世界の阻害された人々は大人に戻る。この発見により主人公はパロッティにあなたが言った表層世界の阻害を含めてウイルスを除去した後阻害現象の消滅も重要なメッセージです。しかし現実には中黒真実の歴史にある異化現象。またぜ重的パロッティ各世界かに歴史上のエーダ世界をリアルに刻したんだよね。グリッドは本当に過去のアシャの復刻なのか？グリッドの下の世界が表面の世界に影響するなら現実には地下世界があるのでしょうか？この謎を解くために歴史上の連邦が底辺を知っているかどうかを知る必要があります。幸いにも手がかりがあります。49ファイルです。多くの単語が欠けている。しかしまだ推測できます。時空変動による災害拡散のグローバルな現実。世界は崩壊の瀬戸際に来ている。これはグリッド世界における連邦政府の認識です。歴史上の連邦の状況も同様です。時空の変化を再結合災害は現実的な手段では止められない。歴史上の連邦は阻害現象を知っている可能性が高い。その後3段階のプログラムをご覧ください。制御、停止、回復。規制とは言能禁止法の制定を言う。すべての原子炉の監視。何を止めるのか？阻害を止めるには現実は止められない。非現実的な方法でグリッドの連邦は底辺の世界を監視できます。ウイルスの発見。歴史上の連邦政府も止めなければならない。ウイルスを排除する。
連邦政府は底辺の世界を知っている可能性が高い。ここに外を挿入する。幻灯はイカが原エネルギー放射線によって引き起こされると言わなかったか。なぜ今は底辺の世界のウイルスのせいなのか。古い風のファンは知っている。私は原子力放射線に反対しています。穴が大きすぎるから。現在は放射線を否定している。より論理的な設定に切り替えました。内側の世界を使って表面の世界を。この設定は見覚えがありますか。これは女神の心の変化ではないか。裏世界の影の秘宝を盗む。世界の敵を完全に修正します。犯罪の認識。バージョン 4.0 が最初から女神の噂にリンクされているのも不思議ではない。次は3つのステップの最後です。回復する。これは O49 計画の最後の手段である。第2回タイム中黒バックトラック。以前の規制や抑制が阻害を止められなければ、2回目のタイムスリップを開始するだけです。驚くべきことに、この計画はすでに始まっていた。最初の時空回帰でエイリアンを発見した後、連邦は世界を救うために動いた。これは全てエーダ全体に隠されています。そんな風に感じたのはメリルの証言だった。プロットはグリッドを設定したメリルと現実のメリルの反応。メリルの現実を通して、歴史の中にこのファイルが存在することも分かりました。同じものが盗まれた。歴史的なアーカイブが回収された。グリッドの中で、ファイルはまだ手元にあります。メリルはこのファイルを見ていない。しかし、ハイガードが実験を行っている可能性を示唆する。だからこそ、風は、ノラの最後の行動は初めての時空回帰だった。また、エイリアンのデビュー。しかしこのように、ネットワークの存在は奇妙です。連邦が底辺の世界を支配していたら、異種ウイルスもゲソトスによって模倣された。なぜ以前に停電がなかったのか。その間に変数があるとしたら、これがネーシスです。以前のネットワークは何度も回った。全ては壊れた方法を見つけるためです。今回はネメシスが登場。彼女は外の世界からグリッドの世界にやってきた。ファイアウォールが異種ウイルスの侵入を防ぐのに役立ちます。グリッドの最初の変数は主役ではありません。ネメシスである。現在の状況から見ると、ネメシスが加わっても、まだ壊れない。第2変数の主人公が鍵となります。サリーは私たちにレスクーを助けるよう頼んだ。おそらく私たちは同じキャンプにいたでしょう。空域を監視した連邦政府も行動を起こす。亀裂が見つかった場合、私たちも明らかになりました。これはおそらくグリッドプロジェクトが探していた混乱の解決策です。しかし、これらは全てグリッド内で起こることです。現実に置くと、グリッドプロジェクトはどのように始まったか。パズルを解く。ネメシスの人生から始めましょう。彼女はユイルスと同族である。ネットワークが歴史を完全に復元した場合、彼女は大惨事の時に残る手段なのか。ウイルスの改変などによるものです。ウイルスを除去するために作られた。何年も歩き回っている。今はグリッドプロジェクトに戻っています。これは全てフォローアップが期待できます。風の解釈をあまり見ていない人には、ネメシスのゲソトス進行の真相を説明する。劇中で言う、ネメシスがゲソトスに侵入したことでダウンタイムが発生した。しかし現実は、9域で天文砲を発射した時、ジェソタスが最初に問題を起こした。ああ、どうしたの。間違っている。どうしたの。原子炉の出力は急速に低下している。このように失敗するぞ。ネメシスはゲソトスを引き継いだ。計画を完成させました。つまりネメシスはゲソトスを助けに来たのです。ナミシスは入る前に対処をするとも言った。彼女は以前にゲソトスを知っていた。オブジェクトのドラマの主人公はドラマを信じない。さて、今期はここまで。なぜ主人公は追跡から逃れられないのか。メリルは主人公を信じているか。ディレクターは何を計画するか。次回は会おう。